はい、じゃあ、はい、下、ナックルナックルやりましたと。はい、みんな大好き。順横。はい、横下、まあ横上になるんですからね。そうですね。ね、まあ、この順横って、まあ今ね、世界卓球がキンキンでやりましたけど、はい、まあみんな使いますね。まあ主流ですね。主流ですね。基本的にはもう基本的に横下。出し方はみんなこう違えども、いろいろあるんですけど、まずこの順横の切り方の切り方種類。切り方の種類。当て方の種類って言ったらいいのかいきますか、じゃな。あ。どんなのがあるか、ちょっとおさらいしながら、そうです。一番ポピュラーなのっうん。て、もう言わずもがな、こうこうですね。レシーブしてると思って見てもらえばいいと思うんですけど、もうこれですね。もうボールの横下ね。横の下捉えて横下。もうこれですよ。これがめっちゃボール。そうですね。横を出すときはちょっとボールの後ろを取るようにして立てていくみたいな。できるだけ立てて横を出す。横を出す。まあ一番最初にこう行く覚える順横って言えばいいのかな。まあそうですね。本当にもう自分から見て、まあ内側、手前側ですね。自分側を捉えると。自分を捉える。そうね。一番一つ目。これ一番ですね。次。下からこうすくい上げるように。下強みにしたいときによくやる。なるほど。こういうね。そう。このそう。すくい上げ順横。すくい上げて重力したらいい。そう。そうですね。これ大事ですね。大事ですね。これもやりますね。まあここまでは結構あるんですよね。そうですね。ここからですね。ここですね。そこから難しくなってくるからどんどんこう進化していって、はい、より分かりづらくこう取りづらくしていくための順横っていうのをこれからやっていくんですけど、一番岡田さんがおすすめな順横って何ですか？おすすめな順横。やっぱ結局サーブって、原理が分かんなければ、取れないサーブなので、相手が原理分かってないから、なので、まああんまり皆さんやったことがない方がいいかなと思うんで。そうですね。はい。だからこれとかこれはもうポピュラーすぎて何となく振りとか飛び方でレシーブできるっていう人が多いと思います。そうですね。だからそれはつまらないので、ちょっとマニアックな順横をやっていきたいと思いますよ。早速いっちゃっていいですか、これ。どうぞ。早速いっちゃって。じゃあ。まあ基本的に横下なので、横下ですよ。横回転が入って下がいる。手なんですけど、基本的には前から後ろに引っ張ってもらいます。この動きです。この動きですね。で、ここにひねりを加える。なので、上を向けて前に出してもらってラケット。で、これをこっちにひねりながら引いてもらうと。そうです。ひねりながら引いてもらうと。これだけです。横下回転。どうですか？いや。わけわかんない話ですよね。聞いたことあります？まあ、よく櫻井コーチやってるジャイロ回転。ジャイロ回転はボールの下をこう引っ張っていく。こういう。もうバウンドして横に曲がっていく。まあこれジャイロなんですよ。ジャイロとこの通常の重横の間を。だから相手方向に振るわけでもなく、もうこうやるわけでもなく、どっちもちょっと使うみたいな。ひねりで前。そうですね。で、このひねりでボールの後ろですね。を捉えながら引いてもらう。ボールの後ろをこっちの自分の腕をひねりながら引いてもらう。ですね。そうです。でもこうすると結局前に飛ばないので、体重移動で飛ぶ。それはもう一番最初のやつから。体重移動で前に飛ぶ。まあイメージはそうです。むずい。左だから。左なんで。そうです。
まあ、前から見てると分かると思うんですけど。あこの動きです。ひねりながら、ひねりながら、ちょっと分かりやすくやります。分かりやすく。ひねりながら。これちょっと僕から見て分かりやすい。そうですね。まあ、前に出してもらって、そこから、ボールの後ろを引いてもらうと。おー、はい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 。めっちゃしたおー、下。まあ下ですよね。下なんですか。めっちゃ下。これが割と効いてますね、試合の時に。これいつもお母さんが試合で使う順横で一番多いですか、出す時。もうサーブで点取れた時出します。普段は結局3球目をやっぱ打ちたいんで、まあ割と通常のこの自分の方から見てこれも多いんですけど、逆にチキータうまいこと考えてきた時に落としてほしいので、ってなるとこう上回転に見える横があるとちょっと上取らせたいなみたいな。ちょっと上取らせれば今のがっつり下なので、そうするとちょっと角度がずれればもう落としてくれるというような時に、なのでこれはもうほんとバック前に。なるほど。結構レベル高いですこれ。だからこそいいんですけど。そうですね。手首は、下回転使わないってあったじゃないですか。原理はもうここから入るのは一緒ですか？一緒です。もうこのまま入ってます。このまま。このまま入って、結局これもこう曲げちゃうともうこう入れないので。そうね。むしろこうやって入っちゃったら横になるからね。そうです。多分横になってしまうので、これはもうまあ基本的には手首よりラケット後ろにある状態で、そのひねりながらこっちのこの動きですね、この動きを使いながら引っ張ってきてもらう。やっぱあれだ、下回転系を切りたいときは、ラケットが手首より後ろにあって、さらに切れるってポイントあるじゃないですか。そこで当てるっていうのさえ守れてれば、下にはなる。なります。もう当て方と切り方さえ正しければ、どんな切り方しても切れます。ですよ、これはすごいですよね。だから、縦回転最初にするのはすごい重要かもしれないです、これ。そうですね、このね切り方覚えてもらうの。分かんない人は2話目を見てください、1話。はい。これね、そうです、その動きですね。これちなみに、下じゃなくて横も出せるんですか？実は応用なんですけど、4分割です。4分割。この4分割。これの、ここで当てるんですよ。今のこのひねりを加えながら引っ張ってくるときに、横下のときは4分割のここ、根元の向こう側ですね。に当てて出してもらう。これは下になる。で、今度同じフォームで4分割のついに出番の下。来た、ここですね。自分側の上。を当ててもらう。そうすると、なのでこれもフォームは同じで回転が変わる。ここに当てるとするとそういう動きにこうなるんだろうな、多分。そうで勝手に全部上がりに。そうですね。ただボールの下を取っちゃいけないです。必ずボールの後ろを取ったり。難っでちょっとこう試合用にやると
横下だね。これ横下ですね。結構ガッツリ横下だね。はい、これ、ただこっちから見ると、多分相手の方を向いてるんで、しかも立ってる見える。これ横下ですね。で、今度じゃあ上、当てるところと変わるんですね。今のはここから見ると上に見えなかった。さあ、下出します。1本。はい、めっちゃ下。今下ですね。はい。これも下ですよ。これも下です。はい。で、同じとこ同じとこで、これ上です。ほら。同じフォームです。こうやって。これ、インパクトの瞬間、はい。力入れてます？入ってないです。入ってないです。ほら、また変なこと。インパクトするときに力を入れると起こってしまうことがありまして、モーションがつけれなくなる。はい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 。これ一番こういう、まあこういういろいろみんなやると思うんですけど、皆さんこれが一番弊害でして、力入れると多分やると分かるんですけど、力入れようとするとギュッとやっぱりこういうフォームになる。今なんとなく分かる感じがすると思うんですけど、これが力でも本当全部抜いてもらう。本当に勝手に触って切り方さえしっかりしてれば切れるんで、なのでできるだけもう早くで力抜けば、なるほどね。力は入ってないんです、正直。本当に入ってないです。引くねじる。引くねじる一緒に。引くねじる。しかもやっぱりラケットの先端が全然こっち来ない。ああ、そうですね。こうはなんですね。こうなんですね。ずっと立ってんだなって。戸川君のラケットの先端。大事なのはやっぱ相手に目を向けとく。これが大事、一番。相手に目を最後に向けとく。これが大事です。これがあると、下に見えづらいです。横に見える。結局こうやって下回転切れないんで。いや、やってみてください。はい、これ結構いいと思います。はい。ちょっと1回目の順横は今までにないようなやり方をお伝えしました。はい、次は普通の順横だけどちょっと分かりづらくするような回をしてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。